アスラン唯一のほぼ無傷で生還した機体 ZGMFX-19A インフィニットジャスティスガンダム。 ZGMFX-19A インフィニットジャスティスガンダムは機動戦士ガンダムシードデスティニーで活躍した機体です。機動戦士ガンダムシードで活躍したジャスティスの後継機となります。劇中ではアスランザラが登場して最終決戦となる宇宙要塞メサイア攻略戦でも戦果を上げ、戦後まで生き残った機体です。アスランザラインフィニットジャスティス出る。テレビアニメ機動戦士ガンダムシードデスティニーは機動戦士ガンダムシードの続編として制作された作品で、機動戦士ガンダムシードの2年後の世界が描かれました。インフィニットジャスティスは機動戦士ガンダムシードで大活躍したジャスティスの後継機体として開発されます。この機体はもともとはザフトが主導として開発が進んでいましたが、ターミナルと呼ばれる非政府組織によって開発データが奪取されます。その後ターミナルが保有する小惑星帯の岩塊の中に隠された秘密工場ファクトリーにおいて実際の開発が行われたという経緯を持ちます。ターミナルとは全大戦の最終決戦であるヤキンドゥエ宙域の戦闘において地球連合による核攻撃とザフトのジェネシスによる攻撃が人類の根絶戦争にまで発展してしまったことから戦争に介入し戦争を止めることを可能とする組織として地球連合プラントの非戦派が集まって結成された非政府組織です。ターミナルはヤキンドゥエ宙域の戦闘などで大活躍を見せた三石同盟の流れを組んでおり、ナチュラルとコーディネーターの共存を主張するためプラントからは主にクライン派に属していた人物が参加していました。機動戦士ガンダムシードデスティニーの作中ではターミナルが表立って活動するシーンは少ないのですが、ターミナルの諜報員がザフト軍艦ミネルヴァを監視するシーンが見られます。またターミナルの実動部隊であるアークエンジェルがザフトと連合軍の戦闘に対する武力介入なども行いました。そしてプラントの最高評議会議長であるギルバート・デュランダルによるデスティニープラン発表後はザフトによる地球連合軍のアルザッヘル基地へのレクイエム照射を口実に交戦を開始し、オーブ地球連合軍クライン派の連合艦隊によって宇宙要塞メサイアを攻略しています。皮肉にもターミナルという組織が戦わないために誕生するも最強の武力を持った第三勢力となったのです。インフィニットジャスティスはザフト開発のデータがベースとなっていますが、実質的にはターミナルのオリジナル機と言っていいほどに手を加えられました。マスターグレードインフィニットジャスティスの説明書によると、開発にはキラが主導的な役割を担っており、アスランが登場することを前提とし、さらにストライクフリーダムとの連携を前提とした調整にするよう強く要望したとされています。ただ時系列で考えると、小説版においてキラはオノゴロで襲撃された時に初めてフリーダムが修復されていたことを知ったとされているため、オノゴロ襲撃以降で新型機であるストライクフリーダムとインフィニットジャスティスの開発に携わっていることになります。しかし劇中でキラが宇宙にある開発拠点ファクトリーへ訪れる描写はありませんし、ストライクフリーダムを受領した後すぐにインフィニットジャスティスと共にオーブへ降下しているため、その短期間で開発されたとは考えにくいので、どの段階でキラがインフィニットジャスティスの開発に携わったのかは不明となっています。個人的にはもしもオノゴロ以降でキラがストライクフリーダムとインフィニットジャスティスの開発のことを知っていたと考えると、様々なシーンの印象が全く異なってしまうので、深く考えない方が無難ではないでしょうか。人気作品だから後付け設定は仕方ないよね。インフィニットジャスティスの機体としての特徴は、仙台機であるジャスティスをベースとしつつもセカンドステージシリーズの技術を投入したことです。特色としてはストライクフリーダム同様、動力にハイパーデュートリオンエンジンを採用しています。ハイパーデュートリオンエンジンは従来の核エンジンと比較し小型化かつ高出力化した超小型核原子炉、すなわちウルトラコンパクトニュークリアリアクターです。原子炉に加える形でバッテリーも搭載しているためハイブリッドエンジンとなります。このハイブリッドエンジンによってインフィニットジャスティスはジャスティスの数倍の出力を獲得しました。またデュートリオンビーム送電装置も導入されています。デュートリオンビームを受信しバッテリーを再充電して戦闘を継続させることも可能な装置ですが、作中でインフィニットジャスティスが使用した描写はありません。その他の特徴としてフレーム部分にフェーズシフト走行素材を採用したことで耐弾性や機体の耐久性が増強したため、
アスランが得意とする格闘戦の強みを発揮する仕様となっています。武装面ではジャスティス同様の王道な白兵戦を得意としつつ、近接戦闘を強化する武装が追加されました。まずジャスティスから継承されたファトゥム01です。ジャスティスのファトゥム00に搭載されていた実弾兵装はなくなりましたが、各種強化が行われています。スラスター推力が増加し、ハイパーフォルティスビーム砲に加えて、その反対側にブレフィスラケルタと呼ばれるショートタイプのビームサーベルを搭載しました。新たに機種も追加され、中央に対装甲ナイフが搭載されていますが、ファトゥム01突撃時にはビームスパイクが展開されるようになっています。このビームスパイクのエフェクトはまだプラモデルで発売されたことがなく、待ち望んでいる方も多いのではないでしょうか。またガイアのウィングに搭載されているものと同様のグリフォン2ビームブレイドが両翼に搭載されました。ファトゥム01の機体底面にはグリップが設置されており、モビルスーツの牽引が可能となっていますが、インフィニットジャスティスは劇中で一度もファトゥム上に乗っておらず、モビルスーツの牽引といったことも行いませんでした。ただ各種ゲームではファトゥムへの登場シーンやぶら下がりといったモーションを見ることが可能です。次にビームキャリーシールドです。見た目は一般的なシールドの形状をしていますが、ビームシールドジェネレーターを搭載し、ビームブーメランとグラップルスティンガーを搭載した複合同順兵装となっています。ジャスティスは剣部にビームブーメランを搭載していましたが、インフィニットジャスティスではシールドに搭載したため、剣部にはスラスターを設置して機動力を向上させています。グラップルスティンガーは打突や捕獲といった使用が可能なワイヤーアンカーとなっています。アニメ内では劇中で使用されているシーンが非常に少なく印象が薄くなりがちな武装ですが、漫画版ではこれを用いてデスティニーのアロンダイトを奪うというシーンがあり、非常に重要な武装となっています。また膝からつま先にかけてグリフォンビームブレイドを搭載しています。この武装はファトゥム01よりも本体の設計が先に行われたため、ファトゥム01の両翼に搭載されているものよりも旧式となっています。この武装は実戦で有効に使用できる技量を持ったパイロットはごく少数と考えられていますが、アスランが全対戦時にイージスに搭載されていた逆部ビームブレイドや特殊な武装を使いこなしていたことから、事実上アスランの専用兵装として搭載されました。劇中ではデスティニーが放つフラッシュエッジ2を破壊、インパルスの右腕を破壊、デスティニーの右足を破損させるといった印象的なシーンが多く、本機体を代表する武装の一つとなっています。インフィニットジャスティスにはジャスティスのサーベルであるラケルタを改良したシュペールラケルタビームサーベルが搭載されています。アスランはジャスティスの頃より2機のビームサーベルを連結させたアンビデクストラスハルバードを愛用していましたが、インフィニットジャスティスでも同様の取り回しをしています。ただ劇中ではストライクフリーダムのバンクで居合切りで敵機を切るシーンも見受けられます。劇中ではインフィニットジャスティスの初出撃時はラクスクラインが登場し、ストライクフリーダムとともに宇宙からオーブへと降下を行いました。ラクスクラインがモビルスーツに登場する描写が見られたのはこのシーンのみです。機動戦士ガンダムシードデスティニーの前半では戦うことに対して迷っていたアスランでしたが、ラクスの説得を受けて迷いを振り切り、シンたちを止めるために本機体に登場しました。オーブではデスティニーの右腕を切断して勝利。終盤ではミーティアとドッキングしてレクイエム破壊戦で活躍。そしてメサイア攻防戦においてはルナマリアのインパルスの右手足を破壊し、デスティニーの追撃に対して戦闘を止めようとするルナマリアもろとも攻撃しようとしたシンに激怒し、戦闘不能に追い込みました。このバカ野郎！その後ファトゥム01の特攻でミネルヴァの装甲をやすやすと貫通させて航行不能にし、さらに暁の攻撃とともにレクイエムの砲本体ファトゥム01を特攻させて破壊に成功させました。インフィニットジャスティスは劇中の登場シーンは少ないものの、その特徴的な武装の数々で非常に印象深い機体となっています。なおストライクフリーダムと同じくアニメ内では全く被弾しなかったインフィニットジャスティスですが、コミックボンボンの漫画版内での対デスティニー最終決戦ではデスティニーの機動力に押されて右腕を切断され危機的な状況になるも、ファトゥムを射出し、シンが気を取られた隙にグラップルスティンガーでアロンダイトを奪い、蹴り上げて左腕を切断。降下してきたファトゥムで
デスティニーの右腕を切断するという起点を利かせた戦い方で逆転し、勝利するという大迫力の戦いとなっています。シンとアスランの心情的な掛け合いも非常に多く、アニメを補完する内容になっているため、この内容をアニメに逆輸入することを望むファンの方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。お前も過去に囚われたまま戦うのはやめろ。余談ですが、インフィニット・ジャスティスは当初発表されたメディアではナイト・ジャスティス・ガンダムという名称でした。しかしナイト・ジャスティスという名称はパチンコ台で使用されていたため、インフィニット・ジャスティスという名称になったと言われています。その後、ナイトの名を冠したジャスティスは近年放映されたガンダムビルドダイバーズリライズにてガンダムジャスティスナイトという名前で登場することになりました。ただしこの名前がナイトジャスティスと掛け合わせているのかどうかは公式からは明確にされていません。またアニメにおいてはアスランが登場する機体はイージス、ジャスティス、ザク、セイバー、グフユナイテッドと最後は自爆したり撃墜されて亡くなっていましたが、インフィニット・ジャスティスだけはファトゥムを失ったことを除けばアスラン登場機の中では唯一無傷で生還した機体となり、戦争後はファトゥムを再び搭載してエターナルに随伴する様子が描かれる形となりました。なお劇中では女性陣からモテモテのアスランでしたが、ドラマ CD によるとアスランは戦争後はかなりと復縁しているようです。今メイリあれアスハ代表はあれあんまり勝手に変な勘違いはするんじゃない。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。